はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。前回のこちらの動画でもお伝えしたように、今年同居していた私の父親が癌で亡くなりました。本日は一連の手続きを終えた今の私の率直な感想をお話ししたいと思います。もし本日の動画が少しでも良いと思った方は、グッドの評価とチャンネルの登録をお願いします。先に伝えておきますが、相続の手続きはほぼ終わりました。はい。今後に関しては、家、車、現金など各相続の手続きについても順次気が向いたら話していきたいと思ってますので、そちらも見ていただけたら幸いです。そうそう、その他、今回親父が癌になった根本原因についても、ここからが本題です。親父が亡くなったこの期間を振り返ってみると、あっという間というのが私の率直な感想です。目の前に突然嵐が現れて、怒涛のごとく時間が過ぎ去って、気がついたら家から親父の姿が消えてました。親父がいつも座ってるソファに、もう親父はいませんでした。親戚のおじさんに親父が入院しましたと連絡し、その翌月くらいに今度は親父が亡くなりましたと伝えたら、そのおじさんから早いねと言われました。確かに入院して一月ほどで行ってしまったことを考えると早かったかもしれません。確か2年前、親父の弟さんが同じく癌で亡くなりました。でもそのおじさんは半年ぐらい入院していたはずです。だから私の親父自身もそんなに早く亡くなるとは思っていなかったと思います。その証拠に、親父は入院した際、担当の先生に本当に俺死ぬの？こんなに元気だよと言っていたのを私は覚えてます。簡単にこれまでの経緯を振り返ると、昨年12月のある平日の朝、私が派遣の仕事に向かおうとしていたら、親父から苦しい、病院に連れてってくれと言われたことから全てが始まりました。家には血中酸素濃度を測るパルスオキシメーターがあって、確かその時の数値が 80% 台後半だったと思います。私はその日仕事を休み、診察開始時間の前に我々は病院に行きました。そしていろいろと調べてもらった結果、先生から喉頭がんを告げられました。苦しさの原因は実は肺ではなく喉頭がんのせいでした。実は親父は10年前にも喉頭がんを患っていて、今回はその再発になります。今回がんのあった場所は気管、首の中にある気管の根元で、その気管を囲むようにがんができてました。しかし残念ながら場所が心臓のすぐ上だったので、手術で取り除くのも難しく、また親父が高齢のため抗がん剤や放射線治療もお勧めできないということで、親父に関してはがんを治す積極的な治療は見送られました。親父は余生を緩和ケア病棟で過ごすことを選びました。もちろん家で過ごすことも選べましたが、親父の場合呼吸器系のがんだったので、いつ急変するかわからないということで、我々は入院を選びました。その病院の面会時間が平日土日祝問わず午後の2時間半のみだったので、私は平日は仕事に行き、週末になると親父のお見舞いに行ってました。お見舞いは私の他に妹家族や親戚や友人知人の皆さんが訪れてくれてました。そして入院してから数週間経った頃、親父の容体に変化が現れてきました。入院していた親父とは主に LINE でやり取りをしていたのですが、
ある日を境にパタリと返信が来なくなりました。メッセージの既読すらつかなくなりました。親父は普段使っている電話がガラケーなので、LINE はタブレット端末でやってました。私はその後の週末、お見舞いに行った時に LINE の件を確認してみたら、親父から操作がわからなくなったと言われました。充電の仕方も忘れたようで、タブレットの電池は 0% になってました。なんだ、そうだったんだ。じゃあこれからは何かあったら電話ちょうだいと私は笑いながら言いました。そしてもう一つ、私が悲しくなった出来事がありました。ある平日の朝、出勤前の準備をしていると、親父の携帯から家に電話がありました。一瞬私は親父の容体が急変したのかと思ったのですが、だいたいこういう時は病院の代表電話から連絡が入ります。もしもし、どうしたのと私が聞くと、親父は助けてくれ。え？助けてくれ。軟禁されてる。助けてくれ。と親父は言ってきたのでした。これはがん患者にたまに見られる縵盲という症状で、幻覚や幻聴が親父にも現れたようでした。私は心の中で悲しくなりながら、大丈夫だから安心して後で行くからと親父に伝え、その日仕事を午前中で早退させてもらい、午後からお見舞いに行きました。私が病院に着いた時は親父も落ち着いてたのか、普通にベッドに起き上がってました。私は看護師さんに今朝の話をすると、実は看護師さんの夜の見回りの際、なんと親父がベッドの上に立ってたそうです。しかもベッドの横の柵も外してベッドの上に立ってたんですって。これね、看護師さんもびっくりしたと思いますよ。だって患者さん寝てるだろうなと思ってドア開けたら、ベッドの上に親父が立ってるんですよ。これでこの時、事後報告になるけど、軽い拘束の措置を取ったそうです。そしてそれから間もなくして運命の日が訪れました。朝の5時に病院から連絡がありました。すぐに来てほしいと。確か5年前の母親の時は朝の4時に病院から電話がありました。ほんとね、この瞬間というのは本当に嫌だ。ついに来たかというこの瞬間。別に寝ているところを起こされたから嫌だと言っているのではなくて、この最後が近いこの期間はいつ病院から連絡が来るかわからないんですよ。それなので仕事をしていても落ち着かないし、帰宅して家にいても落ち着かない。風呂に入っていても落ち着かない。寝てても当然落ち着かない。この時親父に苦しさの症状が出たので私は呼ばれましたが、私が病院に着いた時は麻酔のせいか親父は静かに眠ってました。入院した際、先生から言われたのが、苦しさの症状が現れた際、麻酔を使いますか？どうしますか？でした。麻酔を使えばがんの苦しさは和らぎます。しかし意思疎通はもうできなくなってしまうそうです。私たちは考えた結果、麻酔を使うことを選びました。病院から呼び出されたその日から親父との会話はもうできなくなりましたが、私はベッドで寝ている親父の耳元で安心してそばにいるからと言い続けました。結局私は病院に2泊しました。2泊。容体は今は落ち着いてるけど、いつ急変するかわからない。しかも呼吸器系だから最後は一気に行ってしまうかもしれない。だから息子さんには病院にいてほしいと看護師さんに言われ、私は病院に2泊しました。いやー、病院はね、泊まるところじゃないですね。寝れない。本当に寝れない。
1日目は病室内の親父の隣に設置された簡易ベッドで寝ようとしましたが寝れない。で、2日目は畳3畳ほどの家族控え室で寝ようとしましたがこれも寝れない。病院から連絡があった日から親父の体温は37、8度と高熱が続いていたので、この状態は長くは続かないだろうなと思っていた3日目の朝、ついにその時が来ました。私はベッドで寝ている親父の手や足先を触ってみると冷たくなってるんですよ。でもまだ体自体は37度あるんですよ。そしてその日の午後、私や妹家族が見守る中、親父は静かに息を引き取りました。この入院期間の一月ほどを振り返ると、私が大人になってから一番親父と会話した期間かもしれません。普段から私と親父はそんな会話する感じではありませんでしたが、親父の子供の頃の話とか、あと50代で亡くなったおじいちゃんの話もしたりしました。ただですね、いざ親父が亡くなって私が思ったのが、もっと気を使ってやればよかったという後悔の念でした。何らかの苦しさは実は去年の秋ぐらいからありました。でも私は病院に行ってみたらと言ったりしませんでした。二人して廊下のせいにしていました。親父はもともと喘息持ちで家ではよく咳をしていました。5年前に私が実家に戻ってきた頃は、親父がする咳に対して私は大丈夫と聞いたりしていましたが、いつも親父からは大丈夫としか返ってこなかったので、いつの頃からか親父が咳をしても私は気にすることはしなくなりました。しかし去年のその秋の段階で、私がもっと気を使っていたら結果が変わっていたのではと、親父の死後私はずっと思ってました。家の今の片隅に親父が使っているデスクトップのパソコンがあって、親父が入院してからは私がそれを触るようになりました。親父の知り合いからメールが来た時には私がそれを親父に伝え、私が代わりに返信したりしてました。何でもその人は高校の後輩だそうです。すごくないですか？ 60 年以上の付き合いになるんですよ。そして私はその人にも親父が癌で入院したことや亡くなったこともメールしました。その後のメールだったと思います。私はふと、もっと気遣ってやればよかったと後悔してなりませんとメールに綴りました。その 2、3日後にその方から来たメールには次のように書いてありました。去年あなたのお父さんから来たメールに、我が家にはよく気を使ってくれる息子がいます。息子によくしてもらってます。家のことはすべて息子に任せます。俺はあとは死ぬだけと書いてありました。だからあまり自分を責めなくていいよ。ほんとね、このメールには救われましたね。多分このメールがなかったら私はずっと親父に対して後悔の念を抱きながら生き続けたと思います。親父の葬儀で久しぶりに会った親戚のおじさんは、少しでも体調が優れなかったらすぐ病院に行くそうです。別の親戚のおばさんは全く病院に行かないそうです。なので病院に行く人は行くし、行かない人は行かない。だから去年の秋の時点で本当にやばいと感じていたら、親父は病院に自分一人でも行ってたでしょう。そしてこれは私の単なる推測なのですが、多分去年の秋の段階でも治療に関しては同じ結果になっていたと思います。だったら去年の秋から無味乾燥な病室で数ヶ月間ただ死を待つよりも、多少の苦しさはあったかもしれないけど、我が家でギリギリまで過ごせたというのは、これはこれで良かったのではないかと
私は思ってます。そう思わないと、残された私はやっていけません。ちなみに私は親父の一時帰宅も考えてました。最後にもう一度、親父に家で過ごす時間を与えてほしいと。しかし、一時帰宅を予定していた週に、親父は亡くなりました。親父に関しては、私自身のやるべきことはやったと勝手に判断し、これからは人生100年時代の残された49年間を生きていこうと、楽しく生きていこうと私は思ってます。なので皆様には今後も私の動画を生存確認の意味で見ていただけたら幸いです。いやー、それにしてもこんなの二度と味わいたくないですね。ほんと親が2人でよかった。もし親が5人も6人もいて、数年おきにこのものすごいストレスにさらされてたら、ほんとね、頭がおかしくなっちゃう。もういいわ。もう結構ですわ。ということで、本日の動画は以上です。もしこんな中年男性に興味のある方はぜひ、チャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。